不動産屋さんの階段です。最近の車は駐車も自動でしてくれるので楽な時代になりました。さて今回のお話はそんな今時の自動車に関する不思議なお話です。私の友人、仮に恵子さんとしておきますが、恵子さんは東京板橋区のマンションで一人暮らしをしています。駅近のマンションで便利なところですが、仕事や実家にはいつも自分で車を運転していくそうです。その恵子さんの自動車は車種は伏せてお話しさせていただきますが、何年か前に購入した割と新しいモデルだそうで、もちろん自動運転機能が搭載されているものでした。ですから駐車も楽で、走行中に交差点などで急に飛び出してくる自転車や人にもすぐ反応してくれるので助かるということです。でもこの数年間で一度だけ、それもつい最近、奇妙なことがあったそうです。それは今年の初め頃から兆しがありました。ある日の深夜、恵子さんが久しぶりに通る道を運転していると、周りには他の車もなく、何も障害物がないまっすぐな道なのに、突然センサーが反応してピピピピピと鳴り出したのです。どうしてと焦っていると、車がストンと自動停止してしまいました。恵子さんは車が走行中だっただけにびっくりしましたが、猫か何かに反応したのかなとその時は思ったそうです。しばらくしてまた夜遅く、先日の同じ道をゆっくり走っていました。すると再び車が何かに反応してセンサーが鳴り、道のど真ん中で急に止まったそうです。その時も周りに何もなかったので、恵子さんはあれ2回目だ、またこの道で停止した、おかしいなと思いました。実はこの道は地元では以前殺人事件があったいわくつきの道で、恵子さんはこんなところで縁起でもないとふと思ったそうです。でもそんな迷信めいたことはさておき、実際問題センサーの誤作動や故障だったら困るので、もしまた走行中に止まるようなことがあったらディーラーに持っていこうと考えていました。ただそれから同じ道を通ることもなく、ピタッと走行中に車が自動停止することはなくなり、いつしかそんなことも忘れていました。そして桜が咲く季節になったそうです。ある夜の9時頃でした。恵子さんが仕事から帰って自宅のマンションの駐車場にいつものように駐車していました。恵子さんの駐車スペースはマンション敷地の一番道路側に近い位置にありました。いつものように恵子さんは車をバックギアに入れてモニターを見ながらゆっくりバックしていきました。恵子さんはいつもモニターだけでなく、自分自身でもバックミラーやサイドミラーで確認しながらバックしていくそうです。いまだに昔の癖で鏡に映るものを一番信用しているとのことでした。すると車をスーッと駐車スペースに進入させていくと、突然センサーが何かに反応したようで、車が急停止してしまいました。恵子さんはあれなんでと思いました。モニターにもバックミラーにも何も映っていなかったのです。実際周りを見渡しても人っ子一人いませんでした。猫かなとまた恵子さんは思い、車の下に入ったままで引いてしまったら大変なので、すぐ車外に出て確認したそうです。でも猫などどこにもいませんでした。夜の静まり返った駐車場で恵子さんは妙に思いましたが、結局車はその後ちゃんと駐車できたので、恵子さんは深く考えずにマンションに入りました。それからちょうど1週間後のこと、恵子さんはまた仕事から帰ってマンションの駐車場に駐車していました。モニターとバックミラーで後方に誰もいないことを確認しながらゆっくり駐車スペースに入っていきました。するとまた突然センサーが反応し、車が途中でストンと止まってしまったのです。それも前回と同じようなタイミングでした。
まただと思い、もちろん車の外に出て確認もしましたが、やはり何もなく、自動停止する理由が分かりませんでした。走行中に止まることはこのところなかったので、やはり駐車中でバックにギアが入っている時だから、たまに過敏に反応するのだろうかと恵子さんは思いました。ところがまた1週間ぐらい経った夜、自宅のマンションで駐車中に同じようにセンサーが何かを感知して自動停止してしまいました。さすがにその時は恵子さんもうんざりして近くディーラーに持っていかなくてはと思いました。でも恵子さんには何か釈然としないものがあったそうです。なぜならこのマンション以外の他の駐車場では一度も自動停止することがなかったからです。原因がさっぱりわからないまま修理に持っていく時間もなく忙しく1週間が過ぎてしまいました。さてその夜はマンションの駐車場にある桜の木も満開で花びらが散り始めていたそうです。いつもより少し遅くなり恵子さんがマンションに着いたのは夜の10時を回っていました。恵子さんはいつものようにバックミラーとモニター画面を交互に見て駐車場に進入していきました。するとバックミラーに視線を移した瞬間でした。恵子さんはハッとして慌てて急ブレーキをかけたそうです。そのバックミラーには黒い人影がスーッと車の後ろを横切っているのが映ったのです。突然現れた人影に恵子さんは全身血の気が引くほど驚いたそうです。それは確かに人の形をしていて真っ黒な男性の影に見えました。早まる心臓を抑えて恵子さんは車の外に出ました。でもやはり後ろにも周りにも誰一人いませんでした。駐車場には人の気配が全くなく静まり返っていたそうです。恵子さんはしばらく呆然としていましたが、少しずつ冷静さを取り戻していきました。そして恵子さんはすぐ今のは人間と困惑したそうです。確かに夜の10時ですから辺りは暗いですが、東京の夜はそもそも明るく、マンションの敷地内には街灯もあり、人の姿が全くわからないほどの暗闇ではないのです。でも恵子さんがバックミラー越しに見た人は真っ黒だったのです。そしてその真っ黒な人はモニターの方には映っていませんでした。何回も駐車中に何もないのに車が止まってしまい、一体何に反応していたのかずっと不可解でしたが、まさかこの黒い人影に反応していたのではないかと思うと、恵子さんは再び背筋が凍りついたそうです。後で考えると、同じ道を走行中に2回も車が何もないところで止まってしまったことがありましたが、果たしてそれは本当に何もなかったのだろうかと恵子さんは思い直したそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。